皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。業務だにょん。本日は2020年6月10日から11日にかけて行われた、第78期名人戦、7番勝負第1局をお送りするぜ。私たちも、三重県鳥羽市からお送りしています。とても風光明媚でいいところですね。伊勢湾を望む景色が、心を洗ってくれるよな。毎年、伊勢には行っていたのですが、何気にその奥に来たのは初めてなんですよ。まさかこんなにいいところだとは。神宮に行って満足していたからな。ちょっと足を伸ばすだけで、とてもいいところ、というのは日本各地にありそうだな。これはいい発見ができましたね。昨日食べた牡蠣も美味しかったよな。濃厚とろっとろで衝撃的でした。大きすぎて半分に切られた生牡蠣なんて、初めてだったもんな。本場の伊勢海老も最高でした。地方に行った時ならではの贅沢だよな。そして何より、一緒に出てきた時、元井崎もとても飲みやすくて幸せでした。あれ、お前飲んでいい年齢だったっけ？あ、一応私、半人半霊なので。そういうものなのか。気にしてはいけません。とりあえず、この辺りの紹介は、昨日アップロードした、名人戦第1局1日目、対局者紹介の前の茶番を参考にしてください。まあ、結構被っているところもあるんだけどな。この後の対局も含め、重複する部分はありますが、そのあたりはご了承ください。なるべく手を加えるようにはしてあるんだぜ。さて、それでは対局者紹介に移りましょう。おうよ。まずは先手の豊島名人。1990年、愛知県一宮市出身の30歳。キュンももう30か。そろそろキュンとは呼べなくなってきましたね。さすがに名人竜王だもんな。まさしく機械の頂点。敬意を持ってキュン先生と呼びましょう。結局呼ぶのかよ。そんな豊島名人、棋風配飛車党で、序盤、中盤、終盤隙がないのが特徴です。昔はネタで言っていたが、今や本当に隙がないもんな。まさに王道の名人、すべてにおいてレベルの高い将棋を見せてくれます。そんな豊島名人、ご本人はツイート等はされていないのですが、お父様が先日、関西将棋会館近くの串坊主について、コロナ禍での顧客の減少を心配されておりました。皆さんも、好きな店などがあった場合、少しでも、積極的に使ってほしい。亡くなった後で好きだったのに、ということはできます。でも、亡くなったら戻ってくることはほぼないんだ。観光、外食は特に厳しいみたいです。皆さん苦しいとは思いますが、ちょっとでも助けになればと思っています。情けは人のためならず、とは言うが、まさしく金は天下の回り物。今ちょっと回しておけば、後で自分に返ってくると思うんだ。あと、せめてもの、ということで、概要欄に友人や、お気に入りの店のリンクを貼っておくぜ。皆さんもそういうお気に入りのお店があったら、ちょっと顔見せてあげてくださいね。しみったれた話でごめんな。さて、気を取り直して後手の渡辺三冠。1984年、東京都出身の36歳。まさしくキャリアハイ。満を持しての名人挑戦です。名人挑戦は長年の悲願だからな。すべての棋士の夢ですもんね。果たしてその夢を叶えることができるのか。いよいよ注目の7番勝負開幕ですね。きっと、ご本人の意気込みも相当なものだろう。ただ、心配すべきはその日程ですよね。棋聖戦との同時進行だからな。なんだったら6月8日に棋聖戦の第1戦、そこから中1日で移動して、鳥羽に到着、名人戦に臨む、と。ハードどころじゃねえぞ。その点では、豊島名人も叡王戦と同時進行か。お互い、体調には気をつけてもらいたいものです。本当にな。そんな渡辺三冠、棋風はやはり居飛車党、最新形の深い研究を主体とした、激しい攻め将棋が特徴です。攻めだけじゃなく、その守りも固く、いわゆる Z、絶対積まない形にしてからの猛攻がえげつない。ああ、Z って絶対の Z なんですね。みたいだぜ。漫画、リボーンの騎士、って言ってた。ずっと、盤上の駒の形が、Z になっているもんだと思っていました。それ、むしろ序盤なんじゃ。なので不思議だったんですよね。なるほど、絶対ですか。納得です。玉が逃げた先に、相手が打てる手があと一歩足りない、という状態らしい。必要な駒を渡さなければいいから、守る側としては、その駒を使わなければいいだけ、という状態だな。相手はやきもきするでしょうね。本局はどのような展開になるかも注目だな。さて、それではそろそろ対局に移ろうか。はーい。紆余曲折あったけれど、無事開幕した名人戦。本当に待ち遠しかったよな。渡辺三冠は念願の名人になれるのか。豊島名人はタイトル初防衛をなせるのか。見るべきポイントが多すぎて困ってしまいます。このシリーズ、今後を占う上でも大切な開幕局。皆さん、忙しいかもしれないけれど、ここでくらいは、ゆっくりしていってね。
リサが後手、渡辺三冠だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。さあ、始まりました名人戦。8四歩。一時期開催自体が危ぶまれたからな。2五歩。前に中止になったのは、43年前だから。8五歩。今回の件がどれだけ大事か、ですね。7六歩。渡辺三冠としては悲願の名人戦。3二金。今まで名人戦だけは縁がなかったですよね。7七角。意気込みはすごいだろうな。3四歩。豊島名人も、防衛を果たしたいところ。6八銀。タイトルは防衛してこそというからな。7七角成。角換わりの展開ですね。同銀。なお、ここまで両者は27局対戦。2二銀。通算成績は豊島名人の11勝。4八銀。渡辺三冠の16勝だ。3三銀。ただ、直近ではほぼ互角になっており。7八金。この10戦で、豊島名人の6勝ですね。6二銀。まさにライバルとしてふさわしい二人だな。4六歩。さて、それではしばらく駒組みだな。6四歩。4七銀。6三銀。6八玉。7四歩。ここまで一般的な駒組みですね。3六歩。いわゆる定石系だな。4二玉。定石化されている分、どんどん手が進みます。9六歩。あと2時間を残したいからな。1四歩。あ、でも逆をついてくるんですね。こちらも突き返します。1六歩。ここは一手節約。駒を前に揃える。7三桂。では、遠慮なく端歩を突っ越します。9五歩。8一飛車。3七桂。6二金。8一飛車、6二金型ですね。2九飛車。お互い、バランス重視の戦型。5四銀。一足早く腰掛け銀だ。3八金。金を一つずらしてきたか。4一玉。おや、いつもなら5二玉か3一玉ですよね。距離感を測りつつ、31、42、52、いずれにもいけるようにしたんだ。戦果がどこで起こるのかを確認して、火力をそらす狙いですね。4五歩。これまた変わった手だ。桂馬が跳ねる先がなくなってしまう代わりに、後手の銀上がりを牽制。もし、銀を上がろうとすると、一度4四歩と突く必要があります。なるほど。まずは4五桂がなさそうなので、3一玉。両隅を続行。4八金。こちらもバランスを整えます。9二香。手待ちをしつつ、先手の端攻めと6六角を警戒。先手としては、後手が銀を上がるのについた歩を。同歩、同銀と回収し。端攻めに転用。9三歩と叩いて、同香と取ったところに、6六角と打ち込み、銀香両取りの筋がありますね。5八玉。逆に、この5八玉に対し、9筋の守りを放棄、飛車を4筋に転進させ、銀上がりと組み合わせた玉頭攻めが成立しそうだ。4四歩、悪くはないと見て受けて立とう。同歩、今までゆっくりだったのに、いきなりですね。同銀。その駆け引きも将棋の面白いところだ。5六歩、銀の攻め上がりを事前に牽制。銀を引いて両取りの筋を回避。3三銀。6六銀。ここで一旦入場。2二玉。2筋の飛車先と角を組み合わせた攻めを匂わせます。4五歩。後手玉周りを忙しくさせます。8六歩。一旦スルー。戦線拡大を狙う。同歩。同飛車。8七歩。8二飛車。一見、8一まで引くのが自然だが、その形だと、金を5二に寄った時、7二角と打ち込まれる隙ができるので、それを回避する手だな。4六角。ここで1日目が終了。封じ手ですね。この八方睨みの手に対して、渡辺三冠が封じた手は、6三金。他にも4四歩が検討されていたようですが、角の隙を受け、かつ飛車の4筋転進も匂わせる手だな。3八金。自陣を整え、後手の仕掛けを待ちます。3一玉。
こちらもバランスを取る手待ち。4八金。これは。2二玉。まさかこれは。3八金。千日手になるんじゃ。だが、後手がやや良さげな局面。4二飛車。打開する。つまり、攻めてくるということですね。3五歩。手を広げるためにも、歩を持ち駒にします。同歩。同角。3四歩。角筋が玉と干渉しない位置に移動。6八角。玉の移動は6九からを前提にします。さてと。4五銀。激しく行こうか。長桂。同飛車。銀を誘って小銀を開けたいですね。2四歩。7七角の筋を狙っているんだろうが。同銀。そのためにはクリアする手順が多いだろ。5五銀。金を孤立させて隙を作るより、5四金、いっそ銀と交換を狙おう。同銀。同歩。飛車をいじめにかかります。4六銀。すっかすかの4筋を使いたいですね。8五飛車。7七角が消えてしまいますが、7七桂、後手の桂馬を警戒します。守りが金1枚なので、8二飛車。金と飛車の連結を重視。4五銀打つ。銀2枚で攻めの糸口を作ります。5五歩。同歩なら先手の歩が上ずるし、同銀なら、5七歩で叩いた後、6五桂、同桂、同桂と、次桂で5七地点を一気に狙える。どちらにしても、5筋の歩は取ってもらいたい。そのまま歩を進められるのも嫌ですが、4四歩。このタレ歩は、すぐ対処しないと怖いですよ。4二歩。もちろん、即対処だ。歩を垂らしたことで、5五歩。攻め合いの覚悟でいきましょう。ではここで、7五歩、衝撃を兼ねて桂頭を咎めに行こう。7四角で飛車金取りにもなる。5四歩、さらに進軍。これは受けられるだろうが。7四角、4筋5筋、玉頭の睨みにする。4七金打つ。貴重な駒ですが、自陣を強化です。7六歩。攻め続行。5三歩成。このタイミングで叩きに行く。5七歩、狙っていた手筋だな。ここは取らずに、4八玉。手厚い方にかわします。3五桂、いよいよ最終盤だな。決着をつけましょう。同銀。3四桂を放り込ませることになるが。同歩、逆に、Z の形を狙うこともできる。5六歩。角の突きを遮断します。3三桂、銀交換を使って桂を上がろう。3四銀。2が3。4五銀。同銀。同桂。いい加減後手玉に迫りたいです。3四桂。ここで Z になりやすい位置に逃げ込む。1二玉。端玉には端歩ですよ。1五歩。2五銀打つ。桂との連携でと金を潜ります。4二と金。喉に刺さった骨のような桂馬を排除。3四銀。このギリギリのしのぎ合い、たまりませんね。3二と金。できることなら楽勝で終わりたいぜ。同飛車。1四歩。王様を反らして今日の筋を通す。2二玉。さっき垂らした歩を最大限に活かしましょう。4三銀。同銀、同歩成でどうですか。4六歩。いや、先手玉を取りに行くぜ。1三歩成。あとはどちらの刃が届くかですね。ここさえしのげば勝てる、この大事な初戦。負けられない。調教。3二銀成。金と手番さえ手に入れば勝てるはずだ。同玉。両方渡すわけにはいきません。その前に攻め切ります。7二飛車。合駒請求ですよ。角の利きを生かす。5二銀。大手ラッシュ継続です。3三歩。同銀。4三金。同銀引く。金は手に入った。あとは手番だ。同歩成。渡すわけにはいきません。同玉。7三飛車成。6三金。
5五桂。これを避ければ手番だ。4四玉。6三桂成。4七歩成。同金。3六桂。3八玉。2八金。同飛車。同桂成。同玉。3七銀。同金。同桂成。同玉。さあ、これで終わりだ。悲願の名人、絶対取ってやる。3六飛車。あとは2八玉、3七金、2九玉、3八金までですね。まさにぴったり。お見事でした。負けましたー。ありがとうございました。悔しいですがお見事です。凄まじい将棋だったな。名人戦にふさわしい、とても高レベルな戦いでした。両先生の気迫が、伝わってくるような将棋だったな。そうですね。正直、ポイントを振り返るのもおこがましいくらい、高度な戦いが繰り広げられていたな。最後はつむやつまざるやの攻防でしたが、やはり、ポイントは金を渡すかどうか。渡した後は、先手が詰みに持っていけるかどうか、本当にギリギリの戦いだったわけですね。あくまで結果論だが、1-2に逃げた後手玉を咎めるために、端歩を突き、その後成り捨てたのが、最終的な詰みの手順の手助けになってしまったわけだ。115手目ですね。正直言って、この局面でそんなこと言っても、という状況ですよね。なんだったらその近辺、先手よしの状況だったはずだし、一手一手互角のつばぜり合いだったので、本当にあくまで結果論で、1三歩成、同香が、最後に響いたことになるな。今はただ、渡辺三冠の戦勝をお祝いしましょう。おめでとうはシリーズが終わった後にするぜ。そこはどちらが勝っても、ですね。さて、これで渡辺三冠がまずは1勝。次戦は6月の18、19日に山形県天童市、天童ホテルにて開催ですね。次は渡辺三冠の先手番、豊島名人の後手番だ。このお二人の場合、後手番が勝つイメージがありますよね。そうだな。そこも含めてどうなるか、しっかりと見届けよう。さて、それじゃあこの辺りでお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回も。ゆっくりしていってね。